とできるひとときを。ひろみボイス。上がった？そうだね、あとちょっとで寝ようと思ってるんだけど、なんか夜読むとそれが頭にインプットされて、なんて言うんだろう、脳にすごいいい影響があると思ってて、最近寝る前にこのね、人生の名言とか、なんかいい言葉を読むようにしてるの。そうで、これは結構なんかランダムに読んでるんだけど、偉人とか賢人の言葉が1500個も入ってるから、なんかね、全部は読めてなくて、そう、ちょっとこれブツブツ言ってもいいかな。BGM がてらにしてください。はい、どうしようかな。どうしよう。なんかこれはカテゴリー別に分かれてて、じゃあ前書きから読みますね。前書き。なんかすごい風強くなってきたね。雨もすごいね。明日も寒いかな。前書き。世界の涙の総量は不変だ。フランスの劇作家サミュエル・ベケットによる戯曲「五道を待ちながら」の中にこんなセリフが登場する。その後このように続く。誰か一人が泣き出すたびにどこかで誰かが泣き止んでいる。心砕けるような悲しみの中にあっても、自らが涙を流すことによって誰かが泣き止んでいると考えられたなら、ほんの少しだけ気持ちが楽になるかもしれない。いわばあなたは誰かの身代わりを引き受けたというわけだ。これは尊い役割だ。こんな捉え方もできるかもしれない。他人の心の痛みに思いを馳せる想像力と、自分の性を謙虚に見つめる姿勢を忘れてはならないと。本書では洋の東西を問わず1500点を超える偉人賢人たちの名言を収録した。読者に先入観を与えないよう、それぞれの言葉にはあえて注釈をつけていない。先人たちが残した言葉と率直に向き合い、彼らとの対話を楽しんでほしい。物事は異なる方向から光を当てることで全く違った様相を見せることがある。物の見方が変われば一夜にして人生が一変することもある。人の一生に悩みはつきものだ。私たちはしくじり、恥をかき、苦悩する。誤解し、誤解され、時に誰かの心を傷つけてしまう。しかし、心を惑わせ、傷つけるのが人の言葉なら、励ましを与え、明日を生きる理由を与えるのもまた人の言葉なのである。なんか最後すごいぐさってくるというか、そう、なんか私は結構思ったら言っちゃうし、言う以上は根底にね、愛とリスペクトを本当に持って言ってるんだけど、多分今言ってほしくなかったとか、なんかまだちょっとタイミングがずれてて伝わらない言葉とか、私が未熟だからなんかこうね、良くなかったこととかもあるのかなって思ったりもするんだけど、その言葉を忘れてたらきっと伝わんないのかなって。励ます
ことも怖くなっちゃうよね。だけどその時にもしなんかそれが刃になってたら教えてほしいなって思うから教えてくださいお願いします。でね、これはね第7章まであって、どうしよう、充実した人生を送るためにっていう章と、次が人間関係で悩んだら人間力を磨くために迷いを捨てて道を開く、恋愛とは、結婚とは、愛とは、自分の仕事を見つめ直す、社会世間の見方が変わるだって。どうしようかな。なんか全部気になるんだけど、そうですね、あんまり人間関係では悩んでないから最後からいこうかな。社会とか世間の見方が変わる、気になる。もう眠たい。329ページです。はい。一番最初に前書きの言葉が書いてあるよ。世界の涙の総量は不変だ。他のものは消え失せたっていい、醜いんだから。ボリス・ビアン。青年は誠実であろうとするが実際には違う。老人は不誠実であろうとするが実際にはそうなれない。オスカー・ワイルド。そうなんだね。臆病なものは死ぬ前に何度も死ぬが勇敢なものは一度しか死を味わわない。シェイクスピア。どうですか。うぬぼれ心のせいで私たちの記憶はひどくねじ曲がることがある。ジョーゼフ・コンラッド。子供を産むとき母親自らもまた生まれ変わる。ギルバート・パーカー。なんかこれはでも少しずつって感じがするな。私は産んで直後ってなんかもうホルモンの関係で本当にぐちゃぐちゃになってわけわかんないことばっかで、少しずつなんか生まれ変わるんだろうなって思ったりする。悪魔も天使もごっちゃ混ぜが子供なのである。佐野陽子。これはめちゃくちゃそう思いますねはい。祖父母に劣れる、父母。さらに劣れる我らを埋めり、我遠からずしてより劣悪なる子孫を設けん。ホラティウス。近代的という言葉はせっかちなるということに過ぎない。石川啄木。だって確かになんかせわしいよね、毎日。なんなんだろう。なんか昔海外住んでた時は、ちっちゃかったっていうのもあるんだけど、すごい時間の流れがゆったりだったのね。そうなんだけど日本に帰ってきてなんか学校も全てすごい忙しいなって感じるようになって、何が違うんだろうね。時計が多いのかな時計が多いのとか関係ありそうじゃない？なんかいいとこついてる。時計がね、例えば何もなくてみんな太陽の光だけでなんか判断しなきゃいけないってなったらどうなるんだろうね。機能しなくなるのかな。もうテレビとかラジオとかダメだよね。なんかでも決められたことが目に見えないのに決められてることが多すぎるよねって思わない？私だけなんかでもだってさ、今夜の12時ですって誰が決めたのって感じじゃない？なんか別に夜なら夜でいいじゃないですかって思う
ね。なんか朝なら朝の中でもなんか早朝と鳥がチュンチュン鳴いてる時と、もうすぐお昼になるってなんとなくわかるじゃん、肌感で。それでよくないって思っちゃったりするし、お昼もなんかすごいもう太陽が真上にあるお昼と、ちょっと傾いてきたけどすごいギラギラ太陽がしてるお昼と、いっぱいあると思うんだよね。でも別に1分1秒で区切らなくてもいいのではないでしょうかと、石川啄木さんの言葉から考えてしまいました。これ面白いよ。嘘には3種類ある。嘘とひどい嘘、そして統計である。リズレイリ、これめちゃくちゃ思うな。統計結果っていつどこの誰の統計ですかって思うよね。なんかその結果にもし偏りがあったとしても、なんか一部の人しか取ってなかったらすごい偏るの当然だし、狙った結果にできたりもするもんね。で今ちょっといろいろ疑っちゃうから。そうなんですよ。あとはね、社会はその破壊者を愛せずって書いてある。そうだから今みたいに、あなたみたいに何かこう人と違うことをやろうとしてると反感とか批判も食らうんだけど、でもそれは絶対信念に従った方が私はいいと思います。はい。これかっこいいね。僕はドラッグなどやらない。僕自身がドラッグなんだ。サルバドール・ダリ。これめちゃくちゃかっこいいよね。なんかドラッグもそうだし、お酒とかタバコとかまあいろいろねあるけど、自分自身になんかこう興奮するっていうかね、っていうのができたらいいよね。改革は内部からなるもので外部からもたらされるものではない。法で美徳を制することはできない。じゃあ次は仕事のとこ行ってみようかな。283ページ283ページ。こっち。無知であることは恐れを生むのだ。ハーマン・メルビル。確かにこれはすごい思うな。だいたいその怖いって思う時って知らないから怖いっていうことが多いもんね。物言うな。重ねてきた徒労の数を数えるな。中村稔。かっこいい。これめちゃくちゃ面白いんだけど、会社が潰れるときはバカが仲良くしているか、利口が喧嘩をしているときだ。磯田一郎さんかなっていう人の言葉みたい。これ好きな言葉。プロの作家とは書くことをやめなかったアマチュアのこと。リチャード・バック。そうですよ。だから途中で諦めちゃもったいないし、まあ諦めるんだったらその程度のモチベーションだったっていう話になっちゃうけど、そうじゃないじゃん。だからいつチャンス来るか分かんないから、やっていった方がいいと思いますよ。はい、面白いねこのページ。やたらに忙しいのは
どんなものでしょう。忙しいという字は心が滅びると書きます。高田光院。心が死ぬっていうもんね。でもなんか心がなくなってまでね働くというか忙しくするなんか意味は本当にないと。なんかついてる、大丈夫思うな。失敗は資本の欠乏よりはエネルギーの欠乏からしばしば起こる。いかなる事業といえどもその成否は参加する全員が利益を得るシステムを作れたか否かにかかっている。マキャベリ、すごい。君主論のマキャベリ覚えてる？あ、そっか、世界史取ってないから聞いたことないか。いや、聞いたことくらいないか。でもすごいね。君主論とか読んだことないけど、あれなんだって。やっぱり継続するサービスとか家庭とか国も同じだと思うんだけど、5つの成功する要因があるらしくって、そう昔ね読んだの本で、昔でもないけど名前ちょっと忘れちゃったけど、はい、読んで、そこにみんながインセンティブをもらえるかどうかって書いてあった。同じこと言ってるよね。マキャベリって相当昔の人でしょ。すごくない？こんな時からその要素を見出してたというか、でも当然じゃ当然だよね。なんかビジネスでも何でもさ、ウィンウィンの関係は成り立つっていうじゃん。そうだけどそれをやっぱり誰かがね一人だけとか一部の人だけとかが利益被ってたらそりゃ続かないですよね。言ってみれば当然じゃ当然か。当然ですね。はい。自分の生命を打ち込むことのできる仕事を持っているのは幸福である。そこにいかなる苦痛が押し寄せようとも絶えざる感謝と、新しき力のもとに生きていくことができる。生命は仕事ともともに不滅である。九条武子さんかな、のりこさんかな。何あと私がよくやるのはこう適当にねこうやってバーってやって自分の中でこうストップって言って開いたとこ、ここだ。あんま面白くないかも。地獄で最も熱いところは道徳にとって大変な危機の時代に臨んで優柔不断な視線を取る人間のために開けてある。だって怖いね時間とは生きるということそのもの、そして人の命は心を住みかとしている。ミヒャエル・エンデさん。これはあれだね、モモから撮ったやつだね。じゃあストップって言ってくれる？はい、行きますよ。第4章の迷いを捨てて道を開くっていうところです。いいですか？苦悩こそ人生の真の姿である。我々の最後の喜びと慰めは苦しんだ過去の追憶に他ならない。アルフレッド・ド・ミュッセ。君よ、春が来るのだ。
冬の後には春が来るのだ。だって有島武郎さんかな、ちょっとお名前間違えてたら申し訳ないです。苦悩は大抵未来の幸福を意味し、それを準備してくれるものであるから、私はそうした経験を通じて苦難の時には希望を抱くようになり、逆にあまりに大きな幸福に対しては疑念も抱くようになった。ヒルティ、なんかでもこれちょっとわかるかも。あんまりにも幸せが続くとちょっと怖いもんね。結局人生ってプラスとマイナス足して死ぬ時にはプラマイゼロになるっていうじゃん。なんかあれはどうなんだろうね。昔はそうなんだろうなって思ってたけど、今はそうじゃないこともあるだろうなって思うんだけど、何が例えばだよ、こうプラスとマイナス足してゼロにならなくて、例えばマイナスになったとするじゃない。でそれはどうしてなのか。例えば絶対に三輪さんが言ってたかな、三輪明宏さんが言ってたんだけど、絶対にプラマイゼロになるんだ、なんかね、プラマイゼロになるんだって。だけど例えばマイナスになっちゃったとするじゃんっていう人も多分いると思うんだ。いろんな日頃のニュースとか見ててさ、その事件の背景とか考えた時に、それはきっとね、何かを断ち切れなかったっていうのがあるんじゃないかなとか思ったりもする。やばい、寝る前にいろんなこと考えちゃう話になってしまったけど、例えば親とかね、親が一番多いかもしれないよね。なんか親と自分は血がつながってるけど別々の人間だから、そう縁も精神上切るっていうのはすごい大事だと思ってる。でプラスマイナスでめちゃくちゃプラスになってます私っていう人は、きっと物事の捉え方がすごいポジティブな人なんじゃないかなって思う。もともと恵まれた環境だったっていうのも少なからずあると思うけど、そうじゃなかったとしても自分の人生はすごいプラスだったなって思う人はきっとマイナスなこと忘れちゃうんでしょうね、きっとね。いろいろ本当そう嫌なこととか、いいことも忘れるらしいんだけど、でも嫌なことからどんどん忘れちゃうから、なんか引きずることも悩むことも全くなくっていう、だから自分の成功体験もすぐ忘れちゃうからっていう人がいて、すっごいいいなって思った。なんかたまに成功体験引きずっちゃう人がいるけど、なんかそれはいい意味で引きずればいいと思うんだけど、なんか自信になったり経験値として次に生かしたりとかはできるけど、なんかそこにずっとやっぱり過去に固執しちゃうと前に進めないとかあるよね。そうだね。結局なんかこういう話になっちゃう。でも本当に言葉ってすごい大事だと思ってて、発した言葉を一番最初に聞くのは自分だし、自分が一番考えつくでしょ最初に。だから一番自分に影響を与えてるから、あんまり汚い言葉とかマイナスな言葉は自分のために使いたくないなって思うし、やっぱ30過ぎてくるとなんか生まれ持った顔っていうよりは、なんか考えてることとかやってることがさ顔に出てくるじゃないですか。そう、髪伸びたよね。でも最近ねオイルケア頑張ってるから、
もうだいぶ経ってるんだけど、あんまり傷んでないの。ほらそう、やっぱだから自分を慈しむっていうのかなってすっごい大事だよね。髪の毛もそうだし、肌もそうだし、内臓もそうだし、そう体もねそうだけど、自分にどんな言葉をかけてあげるかもそうだし、なんか自分をめでればめでるほど、わがままとかじゃなくて、そう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 、やっぱいいこといっぱいあるなって。なんか眠くなってきた。だから結構私怖い夢見ちゃうけど、それもなんか夢占いとかしていい風に捉えてる。これは今私が目標に向かって頑張ってるから見たんだなとか。でも歯が溶ける夢はね、疲れてるらしいじゃあそろそろ寝よっかな。まだやる？もう寝る？じゃあ電気消すね。おやすみ。また明日ね。おやすみ。